ニメ好きの人よりかは知らないかもしれないんですけど、でも私毎週多分1つか2つくらいは24話くらいなら2日で見切られるくらいずっとアニメ見てるので、今日は私が最近見た、私のおすすめのアニメを紹介というか、皆さんとシェアしていけたらなと思ってます。そしてこの、アニメ、今から紹介する私のお気に入りのアニメはネタバラシも含んでるので、まだ見たことない人は見ない方がいいかも。私の動画を見ない方がいいかもしれないです。はい、それでは1つ目の私の面白かったなというお気に入りのアニメなんですけど、盾の勇者の成り上がりっていうアニメです。皆さん見たことありますか？私は結構その召喚物っていうんですが、異世界にこの社会からなんていうんですか、地球から異世界に連れてこられた召喚物のアニメとか結構好きで、異世界ものがすっごい好きなんですけど、ファンタジーとかが好きで、この盾の勇者の成り上がりっていうのは召喚された、4人の勇者がいて、その4人のうちの1人に焦点を当てたアニメになるんですけど、なんか今まで見た召喚物のアニメとか、なんか異世界のアニメとかより、なんかそれと比べてまずスタートがなんかちょっとぶっ飛んでるなって感じでした。まずその召喚された4人が力を合わせて化け物っていうか、その魔王とか悪者に立ち向かっていくっていうようなストーリーを想像すると思うんですけど、その最初に4人召喚された人たちそれぞれが、バラバラにそれぞれなんか強くなったりとか魔物を倒したりとかして、そのうちの1人は、その主人公はなんか裏切り行為にあって、その他の3人の勇者たちからすごい嫌われて、そしてお金もなくってパワーも一番低いレベルからスタートしてみたいな感じで、なんか結構最初の始まりがすごいいろんなストーリー展開があって、最初から見てて面白かったです。
ミオっていうこの主人公はすごいお金持ちのうちの生まれなのに、お父さんと新しくなったそのママ母から嫌われてて、そしてなんて言うんだろう、その間にできた2人の娘の方が可愛がられてて、ミオは本当に使用人みたいな扱いをされてて、でそんな始まり、そんな感じでスタートして、そしてなんかお父さんが追い出すようにミオをお嫁に行かせるんですけど、そのお嫁に行った先がこの清香っていう旦那さんになる人で、そしてこの旦那さん評判がすごい悪くって、ミオもこの旦那さんに会う前はすごいドキドキしてる感じだったんですけど、実際に会ったら結構冷たくって、そうでもなんかこの2人が徐々に仲良くっていうか、そのどんどん距離を縮めていくうちに、本当に清香が言う言葉一つ一つとか行動とかがもう本当にキュンキュンで、なんか見ててニヤニヤが止まらないし、本当に私がこのアニメを見てるときは私の顔を誰にも見られたくないくらい、本当にずっとニヤニヤしちゃうようなアニメです。なんか初デートの時とかもなんかすごい緊張してるミオにこの清香がすごいなんて言うんだろう、なんか優しくなんか声かけてるところとか気を使ってあげてるところとかももう超可愛くって、本当にこのアニメはお気に入りです。シーズン2っていうのかな、第2期、それが来年にまたスタートするみたいなので、本当に待ちきれないくらい楽しみにしてます。まだ見たことのない人は、本当に特に女子にはこの私の幸せな結婚は本当におすすめです。見てて私も清香みたいな人と結婚したいなって見ながらすごい思います。見ながらすごいドキドキして楽しいので、よかったら見てください。はい、最後はカクリオの宿飯っていう名前のアニメなんですけど、このカクリオの宿飯っていうアニメはあやかしって言われる、多分妖怪とか霊とかなんかそういう私たちが目に見えないような存在がいる世界に主人公が行っちゃうお話なんで、連れ去られるっていうのかな、連れ去られるお話なんですけど、なんかストーリー展開もすごい早くって、まずそのお話の始まりがあやかしの世界に行って、それも十分にびっくりすることなのに、まさかの自分のおじいさんのせいでそのあやかしの世界にすごい莫大な借金があることを知るっていう、なんかすごいストーリー設定になってるんですけど、そんなところから始まって、そしてその宿屋さんに
食店をやり始めるっていう感じの、そしてその稼いだお金を返して結婚を回避するみたいな、そんなお話、ストーリーになってます。そしてこのカクリオの宿飯を見てるときに、途中でこのお宿の温泉で働いてる、なんていう名前だったかな、しずなっていう名前の子がいるんですけど、その子がそのさっきの私の幸せな結婚のミオの声にすごい似てたので、調べたらやっぱりミオの声でした。なのでなんかそういうのもあって好きになったっていうのもあるけど、でもストーリーもすごい面白いし、この大旦那は最初すごいなんか性格の悪いやつっていう感じなんですけど、実際この葵のことをすごい大切にしてて愛してるなっていうのがすごい伝わってくるし、なんかその2人のやりとりも微笑ましいし、そしてこのお宿に銀次っていう男の人がいるんですけど、その人もこの椿葵のことをなんか愛してるのかなとか気になってるのかなっていうって思わせるような場面とかあったりして、すごい面白いです。そしてなんかそのもう亡くなったおじいちゃんがこのあやかしの世界に来てて、なんかちょっとした有名人だったっていう設定とか、なんかいろいろこのカクリオの宿飯っていうこのアニメはストーリーが異世界でもないし現実世界でもないし、その今まで見てきたジャンルではない、そのあやかしの世界のその物語、ストーリーなので見ててすごい面白かったです。やっぱりなんか現実世界じゃないそのあやかしとか、あやかしじゃない異世界とか、このあやかしの世界とかって、そのあやかしの世界は結構その着物を着てるすごい昔の時代の設定になってるのか、なんかそういう現代世界じゃないそういう感じの設定が私すごい好きなんだと思います。そんな感じで、私が最近見た私のなんか大好きになったアニメの紹介でした。なんかいつも異世界ものとか召喚ものとか、なんかファンタジー系のアニメ探してるんですけど、なんか結構当たり外れが私にとってあるから、なんかこのアニメっていうのを見つけるのって結構難しい気がします。なんか毎日私が